Oh my god. What the f? No way. No way. No way. What? What the f? 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカの税関にとんでもない仕打ちを受けてしまったというとあるコレクターの話題になります。今回ですね、世界に50本しか存在しないと言われている日本のビジュアルノベル月姫の体験版をゲットした一人のコレクターがいたんですが、なんとですね、このゲームがアメリカの税関でもうズタボロにされてしまったというんですね。まあこの内容がですね、あまりにもひどいものとなっておりまして、これね動画も公開されているんですが、この当人のですね悲痛な叫びというのが、ネットでバズっているというような状況になってるんですね。本日は一体何が起こったのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、今回ですね、日本のビジュアルノベル月姫の体験版ですね。これね世界に50本しかないと言われているようなんですが、これがですねアメリカの税関にもう本当に文字通りズタボロにされてしまったということで、こちら大変物議を醸しているんですね。でこれに関してはですね、当の本人が動画にもしておりまして、冒頭でそれね見ていただいたと思いますが、ひどい状況だったでしょう。じゃあまずね、この月姫というのがそもそも一体何なのか順を追って見ていきますね。これね知れば知るほどこの被害に遭われた方がね不憫で仕方がないと思うようになるんじゃないかなと思いますが、でまずねこちら見えております。これがね月姫ですね。でおそらくですね、この世界観とか絵の感じどっかで見たことあるんじゃないかなと思います。この月姫というのは、PC 用のね電気活劇ビジュアルノベルと言われているもので、こうなんでしょう、画面にねテキストが表示されて、基本的にはねそれを読んでいくんですが、時折ね選択肢というのが出されまして、それを選んでいくというスタイルですね。ああいったゲームです。これ PC 版のビジュアルノベルだったんですね。でこの作品というのは同人サークルタイプムーンの作品でして、これを立ち上げたのが竹内隆さんでした。そしてここにね主要メンバーとして参加していたのが那須きのこさんだったんですね。もうこの名前どっかで聞いたことあるでしょう。まずね非常に有名なのがこちらなんじゃないかなと思います。これね映画にもなっておりますが、空の教会ですね。これねお好きな方も多いんじゃないかなと思います。さらにはですね、こちらねスマホゲーでも非常に人気のありますフェイト、これねグランドオーダーですが、これらの作品というのはシナリオが那須きのこさん、そしてイラストレーターが竹内隆さんというこういった夫人となっていて、世界観が共通しているんですね。でこれらの作品というのは一応ね同じ世界観ではあるんだけど平行世界の話と、つまりはマルチバースですね。こういった関係になってるようですね。つまりこの月姫というのはこれらのユニバースのね、初期の原点とも言えるような作品なんですね。厳密に言いますと空の教会の方がね先になるんですが、初期の作品であると。でこの月姫というのは2021年にこちらねまさに見えておりますがリメイクされるんですね。そしてねここにも書かれておりますタイプムーンの原点と。なのでここまでを聞くとね、単純にレアものだから貴重でした、それだけの話ではないというのがわかるんじゃないかなと思います。そして今回とんでもないことが起きてしまうんですね。超レアなフロッピーディスクゲームが米国税関または DHL の検査担当者によってねじ曲げられ切り裂かれてシャーズになった。この破壊された1999年の月姫体験版はわずか50本しか制作されていないものだった。ということでこちらですね、シャーズとあります。こちらが本日のキーワードになります。Shard。割れたガラスやカップ、容器などの破片ということでね、こちらのシャードというのはかけらという意味になります。でこれはですね、海外のゲームが好きなゲーマーはおそらくね聞いたことあるかすでに知っているんじゃないかなと思います。例えばねスマホゲーで日本だとねガチャでそのキャラクターというのを引くでしょう。でも海外の場合って一発でそのキャラクターを引き当てるというよりはガチャを引いてそのキャラクターのかけらを集めるんですよ。でそのかけらが一定数に達するとそのキャラクターをアンロックする。そしてさらにそのかけらを集め続けるとレアリティが上がっていく。こういったシステムが多いでしょう。あのかけらのことをこちらシャードと言います。だからああいったねゲームシステムのことをシャード性と言ったりもします。で似たような意味合いでねピース、これは一部分という意味になりますが、このねシャードというのはもうまさにねここで言われておりましたが、この写真のようにねこう破壊されてこう割れてできた鋭い破片、こういったニュアンスがあるんですね。なので今回は broken into pieces、 単純にね粉々になったこういった言い回しではなくって slashed into shards、こうボロボロにね粉砕された、ズタズタに引き裂かれた、こういったニュアンスを強調しているというわけです。ということでこちらは超レアなフロッピーディスクゲームが米国税関または DHL の検査担当者によってねじ曲げられ切り裂かれて粉々の破片にされた。破
破壊された1999年の月姫体験版はわずか50本しか制作されなかったものだった。ということでね、ここでは何が起きたかと言いますと、今回ですね、特にね、国籍等は明かされていないんですが、アメリカ在住のハンドルネームね、ケリポさんという方がいらっしゃいまして、この方ね、先ほど出ました同人サークルのタイプムーンの熱心なファンの方のようなんですね。つまりこういったグッズをね、集めてるわけですよ。そしてこの方なんと、世界にね、50本しか存在しないと言われている月姫体験版をゲットしました。実際ね、この記事の中でも、歴史的に重要なビデオゲームの遺物と言われています。そのぐらい貴重なものだったんですね。なんせ世界に50本ですから。そしてね、いざこの月姫が自宅に届いてみると、その箱にね、税関によって一度開けられましたよというテープが貼ってあるんですよ。おそらくそれででしょうね。内容を保存しようと思ったんでしょう。この主はですね、撮影をしながら、この箱を開封することになります。すると、この中身は、これね、オリジナルのフロッピーディスクだったようなんですが、これがですね、もう本当にズタボロにされておりまして、引き裂かれ、切り刻まれていました。で、この時の叫び声がね、もう本当に悲痛で、もう気を失うぐらいショックだったんじゃないかなと思いますが、送り主からケリポ氏に届くまでの輸送過程のどの段階でこの破壊行為が起きたのかは正確には分かっていない。何らかの保証金が支払われることを願うばかりだが、それでも50本に1本しかないビデオゲームの歴史的遺物が台無しにされた事実を完全に埋め合わせることはできないだろう。ということで、これね、体験版の当時の価格は100円だったそうです。で、現状はですね、これにいくらぐらいの価値があるのかだとか、実際いくらで取引したのか、このあたりはね、明らかにされていないとのことです。で、それがですね、実際にこちらの方ですね、これね、ご本人です。私の月姫体験版がついに届きました。世界にわずか50本しかないうちの1本です。ところが、アメリカの税関が、緩衝材の、ここね、バブルラップとありますが、これね、日本でいうプチプチのことです。このプチプチをすべて取り除き、フロッピーディスクを物理的に破壊していたことが判明しました。報告はするつもりですが、今は本当に泣いています。ということでね、ここに絵文字がありますが、本当に泣いていると。こういう状況になっていたんですね。これでもすごいでしょ。ここまでやるかというくらいですが、だから現状ね、なんでここまでしなきゃいけなかったのか。ちなみにね、ここにアダルトオンリーと書かれているので、これが原因だったんじゃないかなってこともね、言われているようですが、なんでここまでしなきゃいけなかったのかというのは分かっていないんですね。で、こちらですね、発送前はどういう状態だったのか、報告してくれておりまして、送り主は段ボールで挟み込み、たくさんのプチプチを使うなど、特に丁寧に梱包してくれていました。それなのに、米国の税関がそれを全て取り除くだけでなく、フロッピーディスク自体を破壊するとは思ってもいませんでした。ということで、それがね、こちらになるんですね。こうやって見ると確かに、これかなり厳重にね、梱包されているなと思いましたが、ただね、こうやって改めて見てみますと、世界にね、50本しかありませんから、もう絶対にね、折り曲げるわけにはいかないということで、厳重な梱包をしているというのもわかるんですが、実際こうやって見ますと、海外の刑事ドラマでよく見る、ブツにしか見えないというのも、確かですよね。僕と今ね、ドラマで、シカゴシリーズにハマっておりまして、このシカゴメット、シカゴ PD、シカゴファイヤーってあるでしょ。これもね、この月姫とフェイトの関係じゃないですが、全部ね、同じユニバースなんですよ。ワンシカゴといってね、同じシカゴのドイツユニバースなんで、それぞれがね、クロスオーバーしたりするドラマで、すごい面白いんですが、そのユニバースの警察ドラマですね、シカゴ PD でね、よく見ます、これ。だから、これを開けられるというところまでは、理解できなくはない。ただ問題は、その中身をさらにここまでする理由があるのかということですよね。これは一体何なのかな。ぜひね、皆さんの考察もコメントで教えていただきたいですが、フロッピーを知らなかったとしても、これをボロボロにする理由ってないですからね。そしてこのポストね、大変バズりましたので、ケリポさん、補足情報もね、シェアしてくれています。この動画は本物です。米国税関が箱を開封し、その後再封しています。品物は偽物ではなく本物です。荷物は日本ではなく、ポルトガルにいる友人から配送されています。これ日本からじゃなかったんですね。ポルトガルから取り寄せたと。壊れやすい日本のコレクターアイテムでは、過剰とも言える梱包は一般的ですということで、やっぱりね、先ほどの梱包で勘違いされたんじゃないのというのは多くの人がね、指摘したのかもしれませんね。コレクター界ではこれが当たり前なんだと、このように説明しています。皆さんの温かい言葉とご支援、本当にありがとうございます。とても励みになりました。この歴史的な遺物が破壊された事実を元に戻すことはできませんが、筋金入りのタイプムーンコレクターとして、このような悲劇が二度と他の人に起こらないよう、理解と注意喚起を広めたいと考えています。米国税関には正式な書類を提出しており、今後数週間で何らかの回答が得られることを期待しています。残念ながら米国の税関はこうしたことをよくやります。昨年11月には私のシャドウのフィギュアも破壊されました。ということで実際にこれ本当でして、それがねこちらになるんですが、これね2023年の出来事になりますが、当時約4000ドルすると言われていたポケットモンスターイエローですね。これ日本だとピカチュウだと思いますが、これがねもうほんと今回と同じです。ズタボロにされてしまったというんですね。
これがね、その元のポストになりまして、アクリルケースを壊し、封印シールを引き裂き、箱を切り裂いたということでね、ここすごい破り方しておりますが、ということでアメリカの税関はこういうことよくやるよと、このように言っていたんですね。中にはアニメや漫画文化に個人的な偏見を持つ職員もおり、成人向けなどの表示を見ると、個人的な正義感から品物を傷つけてしまう可能性がありますと。正直ね、これが一番怖いですよね。つまりはその職員の個人的な思想によるものではないかと。この方、日本の方ですね。これは非常に問題としか言いようがない。文化的にも非常に大きい損失で、まさに月姫の一つの文化の損失に近い。これは歴史的なものがなくなることに近い。何が一番許せないかというと、税関というよくわからない人が破損させたことだ。この破壊した人は明らかに許されないことをした。この方ね、これは悲しすぎると。月姫体験版は最も有名なビジュアルノベルの遺物の一つであるだけでなく、タイプムーンを今日の企業へと押し上げ、多くのクリエイターに影響を与えたシリーズの原点でもある。これは計り知れない損失だ。違法なものが何も見つからなかった場合、破壊された品物の費用を税関職員が個人で負担する法律を作るべきだ。そうなれば彼らも二度と軽率なことはしなくなるだろう。税関の連中がフロッピーディスクが何なのかもわからず、世界にたった50本しかないゲームを破壊するところまで来たのか。これはもう税関に火をつけたくなるレベルだ。これね、9000いいねを集めています。どうしてアメリカの税関はこんな風にしか荷物を開けることができないのか。アメリカにはまだ X 線の技術がないのだろうか。ということで、この引用欄ではですね、みんなこれについては本当に怒っておりまして、で、理由をね、いろいろ考えるんだけども、全く理解ができないと。こういった意見がずらっと並んでいるという状態になっています。はい、ということで本日はですね、現在ネットを大変賑わせております、月姫の体験版騒動。これにファンたちが衝撃を受けているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。基本的にはね、こういったところで働く職員の行動。これね、やっぱりね、日本のそれとは全く違うんですよね。なんだけど今回ね、この一件のひどさを物語っているのは、日本人がね、これに驚くんだったらわかるんですよ。海外でも驚かれてるでしょ。だからね、こういったことはあるにはあるんだけど、その度合いがね、ひときわひどいということなんでしょうね。で、これについてはですね、ケリポさんが、正式にね、書類も提出しているということなので、またね、続報がありましたら、お伝えするかもしれません。ちなみにね、こちら Yahoo ニュースでもね、記事になっているんですが、ここでね、これについての専門家の見解というのが出ておりまして、もうこういったことを完全に防ぐ方法というのを教えてくれてるんですね。で、皆さんにもね、自己防衛のためにぜひ知っておいてほしくって、ここにあるんですが、そもそも米国に進まないこと、これが最善の対策だそうです。